こんにちは、おりんです。今日はこちらのセリアさんで購入してきたパニエを使ってモチーフバッグ編んでいきたいと思います。カラーナンバー14番 25g 入りの 23m、使用かぎ針の目安が7号から8号ということで、今回8号、こちらでモチーフバッグ編んでいきたいと思います。よくある感じで5枚大きめのものを編んで、それをくっつけて持ち手をつけて完成っていうよくあるやつですはい、なんかこのぐるぐるって巻いてある感じですね、全部ね。はい、では、丸を作りますね。こんな感じでキュッとします。で、鎖を5目編みます。1、2、3、4、5と、はい、これをねつなげますね。ちょっと自己流なので合ってるかどうか、基本とは違うかもしれないんですけどマジックループとかでもいいと思うんですけど、はい、裏山に通しました。糸割れするんでちょっと気をつけながら。バルキーコットンヤーンの緑色とかも可愛いんですけどね。はい、こんな感じでこれを巻き込んで編んでいきたいと思います。で、最初のこの鎖編み5目の輪っかの中に長編みを12目編んでいきたいと思います。で、最初鎖編み3で立ち上がるんですけども、私はもうここにダイレクトに細編みをして、でこの2つ筋がある奥の方に入れて、もう一回ここに細編みをします。最初の目の頭にマーカー入れます。鎖3目目のところでも大丈夫です。はい、それで長編みをここに12目入れていきます。今のを1目目と数えますので、今これ2目目ですね。1、2、こういう感じで長編みを12目編んでいきます。それでは長編み12目編めましたんで、1つ目の目の頭1つ目の目の頭、鎖3目目ですね。こちらに、引き抜き編みをしてつなげます。はい、次なんですけども、次はこの長編みと長編みの間のここに頭があって、その下に1本これがあるんですけど、その下ここに入れていきます。で、ここにこう引き抜きをして、鎖2で立ち上がってもいいんですけども、私の場合はもうここにダイレクトに引き抜きをせず立ち上がりを編んじゃいます。普通の基本的な立ち上がりは引き抜きをして、鎖2で立ち上がりだと思います。中長編みの玉編みをしますので、ここ中長編みなので、鎖2目にしています。で、私はこのちょっと変わった立ち上がりで編みまして、でこのスペースにですね玉編みを、ここは2目分の玉編み、中長編みの玉編みを編みます。今こう3本かかってまして、またかけてここにスペース持ってきて12345本、これをいっぺんにくぐらせます。で鎖1、はい、で次からが、通常の編み方になるんですけども、次から11回分は、中長編みを3回、中長編み3回の玉編みをします。持ってきてここを押さえますね。でかけて、また持ってきて、でもう一回かけて、はい、持ってきてぐーっとギュッギュッギュッとします。ここはちょっとたるみやすいので、はい、かけていっぺんに抜きます。で鎖1、これが玉編みになります。これをですねあと 10回ですね。はい、
こんな感じでぐるっと一周編んでいきたいと思います。それでは一周ぐるっと編んできました。これが12個目になります。はい。で、この最初にマーカーをしたところの頭ですねに引き抜き編みをします。はい、これで2段目が完了になります。では3段目なんですけども、3段目は長編みの3目の玉編みにします。鎖1で飛ばしたこのスペースに入れていくんですけども、ここまでちょっと引き抜き編みで移動しますね。頭、横の頭ですね。今引き抜いた横の頭、ここに、引き抜き編みをします。はい、その横も引き抜き編みをします。はい。で、ここから、長編みなので鎖3で立ち上がりなんですけども、普通に鎖3で立ち上がりの場合はこのスペースに引き抜いてから鎖3で立ち上がってで玉編みっていう感じになるんですけども、で私はここにダイレクトに、立ち上がりを編みます。細編みをして奥の糸にかけてまた細編みをしてっていう感じで、ここに最初の目の頭なのでマーカーしました。でここにね、最初の目は長編み2回の玉編みをします。はい、かけてきて未完成、長編みの未完成2回しまして、この針に3本ある状態で引き抜く。で次は鎖2回で次の目に行きます。引っ掛けてここですね。はい。でこれで3回でいっぺんにで鎖に、はい、これを12回編んでいきます。では3段目12個目の玉編みが終わって鎖2目したところまで編みましたので、ここの最初の目の頭に引き抜き編みをしてつなげます。はい、これで1周ぐるっと編めました。次は4段目四角にしていきます。角から始めたいと思います。ではこのスペースまでまた引き抜き編みで移動したいと思います。今ここから出ているので、次ここ横ね、ここを引き抜いて、次もまたここを引き抜いて、うわ子供たちが遊びに来ましたね。はい、では今2目滑らせて、次はこのスペースなんですけども、角は長々編みで編みたいと思っていて、で鎖4目で立ち上がりだと思うんですけども、基本は鎖4目の場合はここも引き抜いて3つ引き抜いてから鎖4で立ち上がってって感じで編んでください。私はですね、先ほどと同じように、はい、ダイレクトに細編みをして、奥の糸に引っ掛けて細編みをして、長々編みなのでここ3回細編み2回3回しました。はい、ではここに合計6目長々編みを編み入れるんですけども、これが長々編み1目と数えるので、最初は長々編みは2目入れますね。1、1、2、これで3目分編んだことになりますんで、次同じスペースには入れるんですけども、鎖を3つ編んでから長々編みを同じところに3つ入れます。1、2、3、はい、これで6目入りました。
では次ですね、鎖1します。で次のこのスペースに長編みを3目入れます。普通に長編みです。グラニーですね。はい。でその次のスペースにも長編み3目入れます。この繰り返しになりますね。はい、でこの次のここにまた角をこしらえたい角を作りたいので、ここも6目、これと同じ長々編み3、鎖3、長々編み3の6目ここに入れます。で長編み3、長編み3でまた6目、長編み3、長編み3で6目っていう感じでぐるっと一周編んでいきたいと思います。それでは一周ぐるっと編んできました。ここ3目3目3目入れて鎖1で3目鎖1、3目鎖1、3目3目3目鎖1、3目鎖1って感じでずっと編んできて、コーナーだけ長々編みを編んでいます。4段目ですね。はい、では5段目編んでいきます。最初にマーカー入れたこちらに引き抜き編みをします。よいしょっと。はい、ではですね、もう同じですね。このスペースに移動するために引き抜き編みをしていきます。糸の色を変える場合とかはもうここで切って、でここに新たに糸をつけるっていう感じになるんですけども、ちょっと私全部同じ色で編んでいくんで今回、はい、ここもねスライドしようと思います。今回、はい、移動しました。ここから、鎖3で立ち上がるんですけども、はい、私はダイレクトに細編みを編んで外側のこちらを細編みします。今回はね、全部長編みで編みます。これもねずっと同じですね。このスペースに6目入れて、で間に3目ずつ入れていってっていう感じになります。はい、今1目編んだのであと2目長編みを編みます。1、はい、2とで、鎖3で角を作って、で同じところにまた3目長編みを編みます。はい、2目3目、はい、角ですね。で鎖1で編んで、この鎖のスペースこちらにまた3目入れていって、はい、ちょっとすごく糸割れするんですけど、バルキーコットンヤーンの方はどうなんでしょうかね。気になるところですけど使ったことないんです、すいません。またご縁があれば買ってこようかなと思います。ではこのようにもうこの間に長編み3目ずつ入れて、角は長編み3目鎖編み3目長編み3目っていう風に編んでぐるっと一周していきたいと思います。一周ぐるっと編めました。では最初の目の頭に引き抜き編みをします。鎖1してませんね。鎖1して、これでつながりました。5段、はい、モチーフが完成しました。5枚ちなみにこっちが表、こっちが裏ですね。出来上がったモチーフのサイズ測っていきます。16センチ角と16センチの正方形に私はなっています。では合わせていきたいと思います。間違ったりとかして短く
切られている糸があるので、これを使っていくんですけども、これがね338センチ残っていて、今からこの糸を使って縫い合わせていこうと思うので、どれぐらい使ったかっていうのをね後でお知らせしたいと思います。それではどんなつなぎ方でも大丈夫なんですけども、引き抜き編みとかだと切らなくていいし、そのままいけると思うんですけど、そういう場合はこう中を裏同士を合わせて、でここを引き抜いていくっていう感じになります。で今回私は閉じていこうと思います。はい、この3つの鎖を編んだコーナーの真ん中の目の手前側、ここ2本、ね、鎖あって、ここに2本頭で、この裏が裏山なんですけども、この2本のうちの手前側に針を入れて、対岸の同じところですね、この真ん中の鎖の奥の半目に通します。ちょっと338センチあるんでね、長いんですけど、ちょっと分かりやすいようにで、足りなくなったら困るんで、ちょっと緩くここ結んでおこうかな。はい、ではこのようにですね、ここを止めたらもう一回通しとこうかなと思います。同じところに今通しますね。強化するために通します。これ長い。はい。では次は上から下ですね。同じところ取ってます。奥の半目、裏側の半目と裏側の半目ですね。絡まっちゃった。はい。で次は手前から奥でな具合にですね、つなげていきます。で奥から手前、はい、こんな風にずっとつなげていきたいと思います。それではつながりました。表に返すとこういう感じになります。こんな感じ。3目のうちの真ん中からスタートをして1個目の鎖までつなげました。ここだいたい30センチぐらい使ったみたいです。ですので1234と120センチぐらいあれば、ここの四隅はいけそうで、こことここですね、4箇所こう立てた時にここを縫うんですけども、4箇所あるのでここも120センチぐらいあればいいので、240センチぐらいあればかがっていけそうです。でまた次のモチーフとつなげるんですが、この時に真ん中の目、2個目の目と向こうの2個目の目、これを合わせようと思います。はい、なのでここからここまでは22目拾ってます。はい、こんな感じでつなげて、もうここから同じです。こうですね。はい、こんな感じで、ちょっと長すぎるんであれですけど、こんな感じで 4つともつけていきたいと思います。はい、それではですね、4辺つなげましたので、次はもうこんな感じでつまんで、ここも全部こうつまんで同じようにかがっていきたいと思います。では今ここ出てるところと拾ってきたこれなんですけども、そこを合わせます。まずここをこう
こう、はい、合わせて、もう同じ奥の半目、この上の半目とこっちの半目、こちらをかがっていきます。はい、でここから22目あるので、ここですね、これが鎖の3目の中心2目目にマーカーしています。こっちも2目目、ここにマーカーしているので、ここからどんどん拾っていって、ここまで拾いたいと思います。では最後の22目まで来ました。これ2回くぐらせておこうかなと思います。はい、でこのままもう糸始末をしてカットしたいと思います。ではこんな感じで始末したので、あとの3箇所も同じようにつなげていきたいと思います。それでは5枚モチーフをつなげました。こんな感じです。はい、ではここからこの上の部分を編んでいくんですけども、新しく糸をつけていきます。つける部分はこの辺につけようかなと思います。はい、この真ん中ですねにギュッとします。はい、これもね、後ろもギュッと引っ張ってかなりきつくつけました。でこのスペースに1目入れたいんですけども、こう筋編みにしてこのモチーフと持ち手を区別させたいので、ここにラインを入れたいんです。なので筋編み、畝編みをしていこうと思います。ここが1目目の頭なんで、これの横の目、これなんですけど、これの奥半目、ここを取って細編みします。これが最初の目の頭なのでマーカーして、ここまで来たらこことつなげる感じですね。はい、奥半目を取って細編み、はい、これで合計84目になるまで拾っていきます。この真ん中の鎖の部分も奥半目、頭の部分も奥半目っていう感じで取っていきます。はい、ではここから21目編んできました。次こっち行きます。ここもさっきと同じで、ここが長編みの頭になるんで、その横のこの目に畝編みをします。半目だけ、はい、っていう感じで、ここがちょっとくっきりと分かれるように編んでいます。はい、ではこのままぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、それでは一周ぐるっと84目編んできましたので、最初の目の頭に引き抜き編みをして、この段終了になります。はい、ではまた立ち上がり1で根元、ここですね、ここに細編みを入れます。3段ぐらい編もうかなっていうふうに思うので、このまま、3段84目拾っていきたいと思います。でここはもうここを筋編みにしましたけども、上から普通に頭を取ろうと思います。それでは3段編んできました。1段目だけ畝編みで、あとは普通の細編みを84目ずつ、ね、編んでます。はい、ではここから持ち手を編んでいきたいと思います。ちょっとブロッキングをしまして、こういう感じでペタンと半分に折り曲げて、この真ん中13目空いた状態になっていまして、ここの1目目から26目目に、マーカーをつけて、ここから13目開けて、でまたここからここまで、ここ29目開いてます。でまた13目開いて、ここが123目あります。はい、でここから、30目鎖編みをしたいと思います。はい、普通にね、ここからじゃあ26目ですね、細編みを根元から編んでいきます。はい、はい、
では26目編んできます。それではスタートから25目編んできました。この26目のところに細編みをしまして、そこから鎖編みをしていきたいと思います。はい、ここで26ですね。でマーカーつけておきます。でここから鎖編みをちょっと緩めに、気持ち緩めに30目編んでいきたいと思います。で30目なんですけども、この辺はお好みで、増減してみてください。はい、では30目編んできます。はい、それでは30目編んできましたので、13目開けて、その横に細編みでつなげます。ではこれが1目なので、ここから29目先のここまで編んで、また、ここから30目鎖を編んで、ここにつけてここまで編みたいと思います。では次の段ですね。次の段、ここまでずっと編んでいきたいと思います。でここを3目一度したいと思います。はい、それでは24目編んできましたんで、25目26目で鎖1目、ここを3目一度したいと思います。はい、ではここに25目のところに通します。で26のところにも通します。で鎖編み1目目のところにも通します。はい、では4本をいっぺんに、はい、でここにマーカー、はい、こういう感じで、鎖を1個ずつ拾っていきます。はい、で30目、あと28目ですかね、拾っていきますが、この最後の目30目目の鎖と、はい、ここが拾った目ですね。でその横、この3目を一度したいと思います。それでは3目一度のところまで来ました。これが30目目の鎖です。鎖のところ2本、私はちょっと2本取ってるんですけど硬いんで、取る箇所はお任せします。はい、今これ30目目の鎖ですね。でこれが一番最初、根元の一番最初の目で、次の目、はい、これで3目一度になります。はい、でちょっとキュッとしながら編んでます。こう頭にマーカーしておきます。ちょっと継ぎ足した糸はちょっとあれですけど、はい、ではこのままずっと同じように編んでいって、こちら側も拾っていきたいと思います。でこちらも全部3目一度で取っていきます。はい、ではずっと編んできました。ぐるっとちょっと糸足してるんですけども、はい、それでは最初の目の頭に引き抜き編みをしてつなげます。はい、で鎖1で根元の目に細編み始めます。2段目ですね。持ち手2段目、4段ぐらいみたいです。2段目もここは3目一度にしようと思います。先ほどマーカーをつけたこちらの両サイド、こう全部拾って3目一度にします。4箇所とも全部そんな風に取っていきたいと思います。はい、それでは2段目、最後の3目一度編んで1目だけ残ってるので、ここ1目拾って最初の目の頭に引き抜き編みをします。で立ち上がり1、根元に細編みっていう感じで、また3段目編んでいくんですけども、3段目も3目一度しようと思います。こうギュッと立ち上がっていく感じで編んでいきます。はい、それではですね、最後の3目一度ね、持ち手のところ、ここ最後の目なんで
次の段できないんですねなので3段で終わろうかなと思います。最初の目の頭に細編みをしてギュッとします。はい、それではこちら最後の目なのでスッと抜いて最初の目の頭に、糸始末していこうと思います。ちょっと短く切ってですね、ここにつなげます。はい。で今ここ3目一度したのでここにがっつりなんか、入れやすいここがあるんでここに通して、はい、これでつながったので糸始末して本体は終了です。それでは最後にこう引き抜き編みしていくんですけども、持ち手をこう半分に折っていきたいと思います。はい。では最初はこの辺で、糸を持ってきます。でキュッとして緩んだすぐ緩みますけど、ちょっと渡して、はい、ここから引き抜き編みしていきます。はい、1個ずつ引き抜き編み、よいしょ。頭取って引き抜き編みしてます。はいはい、それではこの持ち手の部分まで来ました。こう曲げたいのはこの辺から、希望はこの辺なので、ここまでねちょっと適当に取っていきます。ここの糸を取ってでここ取ってここですね取るんですけど、ちょっと取りにくくなってきたら細い針に変えたり、私6号ですけども細いのに変えたりとか、細い針に変えたりとかするとやりやすいかなと思います。はい、こう取ってでここから折り曲げたいと思います。ここに通しますよね。でこう折り曲げてこっちの頭ちょうどいいところの頭適当でごめんなさい。ずれたらずれたでずれたら嫌だなっていう場合はちょっとしっかり見てもらってはい、私はもう対岸にあるなっていうところを取っていきます。取ってるところなんですけど分かりにくいか、このなんかちょんちょんってなってるところの横のこれです。ちょんちょんってなってるところの横のこれ、ちょんちょんってなってるところの横のこれと、対岸の頭2本取ってます。はい、これをぐるーっとここまでですね。こうなので、この辺これあたりかなと思うんで、このあたりまで取っていきたいと思います。では同じようにつなげて折りたたんで引き抜きしていきたいと思います。はい、それではマーカーのところまで引き抜けましたので、次は残りのこのちょんちょんの横ちょんちょんの横ちょんちょんの横って3箇所取ってからここを取りたいと思います。ここを最終取ってで糸を切ってこことつなげたいと思います。はい、よいしょ。ずっと6号で編んできました。はい、ではここのちょんちょんの横、ここ、はい、ここに引き抜き
でその横をまたここ、はい、引き抜き、はい、このちょんちょんの横また引き抜きで、この大きなとこ1本取ってます。で一番手前の1本、はい、引き抜き、ここで糸を切ってスーッと抜いて、糸始末ね、最初の目ここなので、この目の頭に通しまして、ギュッと寄せて、でここを通してこうで、こういう状態ですね。で裏に始末をしていくっていう感じになります。で糸始末して完成になります。太い糸ではあるんですけど、やっぱりくったりするので、内布とかつけちゃうといいかなと思います。これで編み上がりになります。それでは完成しました。こんな感じです。はい、コットンなので、年中お使いいただけるかなって思います。内布をつければもっと強くなるので、内布をつけて私は使いたいと思います。はい、ではサイズの方は横に表記させていただきます。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。それではおりんでした。さようなら。